マーケットは弱気相場に入り、直近は上がったり下がったりと忙しい動きが続いていますが、多くの人がこの弱気相場のトレンドがしばらく続くだろうと見ています。例えばソロスファンドの右腕として黄金期を築いたスタンレー・ドラッケンミラーは、来年にリセッションが起きなければ驚きだと言い、この水準が今後10年続くだろうとかなり悲観的なコメントをしています。2007年の金融危機を言い当て、週末博士とのあだ名を持つルービニ氏は、長くて恐ろしいリセッションを予想し、株式は 40% 程度下落すると言っています。金利は市場予想よりも高くなり、長い間キープされる可能性があり、FRB 自身も今後経済に痛みが伴うことを予想しています。イギリスポンドはタイドルで一時史上最安値を更新し、トラス政権が打ち出した経済対策によってマーケットの信任は大きく傷ついています。 IMF は国債増発を伴うイギリスの大型減税策を強く批判し、米アトランタ連銀のボスティック総裁もイギリスの経済対策について、経済に不確実をもたらす懸念と恐怖を感じるとコメントしました。次の金融危機の震源地はイギリスになるかもしれないと市場参加者たちは戦々恐々としていますが、そんな投資家たちを横目に FRB は近代金融史の中で最も早く金利上昇を進めています。しかしながらウォートンの魔術師とも称されるジェレミー・シーゲルは、今はまさに絶好の買い場だと言っています。 If you're a long-term investor, I would absolutely buy now. I mean, I think these are absolutely great long-term values. Could it go down more? Of course, in the short run, in bear markets, it's gone down more. But when you're talking about 16 times earnings, based on longer-term earnings, which I think are very favorable, looking beyond the dip, I think these are just absolutely excellent values. Short-term, I mean, anything can happen on the short term. We added 40% to the money supply since the pandemic began in March of 2020. Earnings have historically moved up just with inflation and the money supply. So stocks should be 40% higher than they were. So to say that, 10 years from now, we're going to have the same Dow when the earnings yields that I see there on the market show that your returns are going to be probably in the neighborhood of 6% per year after inflation. That's a bit below the long-term average, but still much better than bonds. If you look at the last 40 years as history, you'd be 100% right, Jeremy, that, you could hold your breath for 6 months, a year at any point. You wake up and everything would be great again. But then you go back to 1970 and you had to wait a decade. What's the difference? You had a way to, you take 1970 as a peak. I mean, some people, 2000, which was again a peak, you're not starting from a peak. And you're also, at that peak, you were not starting at levels that to me were, particularly overvalued. You're starting from a position where I think certainly not the cheapest that we've had, but certainly the economic circumstances are not that it's negative at all. ジェレミー・シーゲルは弱気相場の中では今の水準よりもさらに下がる可能性はあるものの、長期で見た場合マーケットはとても魅力的なところにあると言っています。何に対して魅力的かというと、他の資産に対してです。特に債券に対しては非常に魅力的なところにあると言っているんです。 FRB は金利を上げてインフレを抑え込むことに必死ですが、 FRB が上げる金利というのは FF レートと呼ばれています。 FF レートとはフェデラルファンドレートのことで、銀行同士の貸し借りの時に使われる金利のことです。この FF レートはもちろん債券の利回りにも影響を与えます。金融業界ではイールドと呼ばれています。そしてそれは生活に関わるありとあらゆる金利に影響を与えるんです。住宅金利、クレジットローン金利、教育ローン金利など、私たち一般消費者が使うすべての金利に影響を及ぼします。つまり FRB が金利を上げると、お金を借りる時のコストが高くなってしまうというわけです。金利が上がると債券市場で何が起きるかというと、債券価格は下落します。それがまさに今起きていることで、債券価格が急落しているんです。バンクオブアメリカによると、今年の世界の国債からの流出額は73年ぶりの大きさになる見通しだということです。債券価格が下落するということは、その利回り、つまり金利、別名イールドがとても魅力的になるということなんです。 FRB の急激な金利上昇で米国債は売られ、金
金利は上昇していますが、一方で一部の投資家たちはこれを魅力的な水準だと思い始めていることも事実なんです。ボンドキングとの異名を持つジェフリー・ガンドラックは米国債を買い始めていることを明かし、米国債がここまで魅力的な水準になるのは久しぶりだとコメントしました。米国2年債は 4.2% まで上昇していますが、これは魅力的な水準なのでしょうか。インフレが 8% の水準では全く魅力的でないという人もいるでしょう。しかし今のところ米国債は他の資産に比べかなりアウトパフォームしていると言えます。 S&P は今年 25% 下落し、ドルは全ての通貨に対して上昇し、ビットコインは 60% 近く下落。イギリス経済は崩壊の危機にあり、中国は不動産危機を回避するために必死です。こういった状況を見てみると、米国債の 4.2% のリターンは非常に魅力的だということがわかります。一番の問題は今後経済がどうなるのかは誰にもわからないということです。レイダリオの言うように、インフレが高いところにとどまり続け、 FRB がさらに金利を高いところまで上げていくのか、それともジェフリー・ガンドラックの言うように米国債はすでにとても魅力的な水準にまで下げているのか、それは予測不可能です。あなたがアグレッシブな戦略を取りたいのか、それとも保守的な戦略を取りたいのかによっても、どういったポジションを取るかは変わってくるでしょう。ジェレミー・シーゲルは長期で見た場合、現在の株価水準は非常に魅力的だと言っています。ジェレミー・シーゲルはマネーサプライに注目しています。コロナが始まった直後の2000年2月に比べ、現在はマネーサプライが 40% も増加しています。ジェレミー・シーゲルはマネーサプライに比べ株価は低いところにありすぎると言っているんです。過去においてマネーサプライと株価は高い相関性があることが分かっています。市場に溢れるお金の量が増えれば株もその分だけ上がるはずだと言っているんです。2020年2月時点の S&P500 は3380ポイント程度で、現在は3585ポイント程度ですので、6% 程度しか上昇していないことになります。マネーサプライ、日本ではマネーストックとも呼ばれるものですが、これは簡単に言うと世の中に流通しているお金の量のことです。預貯金はもちろんのこと、家計向けの給付金や失業手当、企業向けの貸し出しなどもこれに含まれます。このマネーサプライは未だにパンデミック前の水準に比べてはるかに高いところにあることから、ジェレミー・シーゲルは今の株価は安すぎると言っているんです。一つ気をつけないといけない点は、今はドル高がかなり進行しているという点です。ドル高はアメリカの消費者にとっては恩恵をもたらしますが、米国株式市場にとってはネガティブに働きます。歴史的に見てドル高が進行するときは必ずと言っていいほど金融危機が起きています。ドルは世界のお金の8割をも占めており、世界中の投資家たちが資産の安全な投資先、いわゆるセーフヘブンとして使っているんです。日本円もかつては金融危機があると買われていましたが、永遠のハト派である日銀の政策によって今は見向きもされなくなってしまいました。今世界ではイギリスが経済危機崩壊の瀬戸際にあり、中国がゼロコロナ対策で今後も苦しい経済状況が続くと見込まれていますが、これらの国は世界経済にとって非常に重要な役割を担っています。中国はアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国で、過去数十年にわたって世界経済を引っ張ってきました。その中国は不動産市場崩壊の危機にあります。中国では不動産セクターは GDP の全体の3割をも占めると言われており、非常に大事なセクターなんです。同時にゼロコロナ政策を推進していることから、経済をうまく刺激することも難しい状況です。イギリスは最近インドに抜かれ世界第6位となっていますが、世界経済における影響が決して小さくないのは明白です。人々が資産を置いていく場所としてイギリスは比較的安心だと判断することが多いからです。香港やロシアの富豪がイギリスに資産を動かしているという話は皆さんもどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。しかしイギリスは25兆円規模の経済対策を行うと発表し、しかも財源は将来からの借り入れという赤字国債で賄うとのことで、イギリス国債は急落しました。するとイギリスの中央銀行はクラッシュを止めるために市場介入し、国債を買い入れると発表し、これもまた混乱に拍車をかけています。そしてついにトラス政権は最高所得税の引き下げを撤回する羽目になってしまったんです。将来からの借り入れを増やすということは赤字国債を発行するということですが、これは消費を刺激することになり、それがさらにインフレを誘発し、それが金利上昇につながり、結果それが多くの家計や企業に痛みが伴うことは今まで見てきた通りです。こうした背景から投資家たちはイギリスポンドに見切りをつけ、それがアメリカドルへ流れ込んでいっていることも
もアメリカドルが一段と強くなっている原因の一つなんです。先ほどドル高が米国株式市場にとってネガティブだと言いましたが、その背景はグローバル化にあります。アメリカ企業の3割もがその売り上げを海外から得ているんです。例えば本社をアメリカに構え商品を海外で売ったとします。海外で売られた商品はその国の通貨で支払われます。そして企業はその通貨をアメリカドルに戻し売上として計上しますが、ドル高になると以前よりも少ない売上が計上されてしまうんです。簡単に言うとアメリカの企業が海外で売った商品はドル高になると以前よりも儲からないということです。つまり株式市場にとってはドル安の方が良いというわけなんです。FRB の金利政策によってドル高はしばらく続きそうな雰囲気ですが、これは金融危機の前触れとも言えます。強いドルと過去の金融危機には強い相関性があるからです。ジェレミー・シーゲルの言うように長期的に見た場合、今は確かに買い場かもしれません。しかしベアマーケットではさらに下がる可能性も視野に入れ、資金配分に気を配り、市場に参加し続けるのがベストな選択肢だと言えるでしょう。